皆さんこんばんは、サイラです。今回は Tales of Arise でアクセサリーで特殊効果は重複するのかの検証の後編をやっていきます。前編を見たい方は概要欄に記載がありますので、そちらからご視聴ください。このチャンネルは新作ゲームで攻略に役に立つ情報や難易度の高い謎解きなどを紹介するチャンネルです。この機会にぜひチャンネル登録をお願いします。前回は反撃時ダメージアップと属性ダメージ軽減と移動速度アップと詠唱時間短縮、この4つの検証をやりました。後編となる今回は別のスキルの検証をやっていこうと思います。まずは消費 CP 軽減について確認していきます。前回と同じくアクセサリーなし、アクセサリーあり、強化済みアクセサリーで確認していきます。強化済みアクセサリーは今画面に見えている通り、フェアリーリングを装備してそこに消費 CP10% 減少、これ4つつけるっていう感じになります。今これ装備してるんですが、まず最初に確認できるところとしてはここですね。この説明の CP12 っていうところが減ってるかどうか。今12で装備を外して変わらないっていう感じですね。これが戦闘だと変わるのかっていうところを確認していきます。それでは実際の戦闘シーンを移していきます。戦闘シーンになりましたが、メニューを開いてこの術儀を開いてファーストエイド、ここで CP12 っていうのが確認できます。これは装備をしていない状態ですね。こちらの状態から装備を変えていきます。これですね。特にサブ効果がついていない、これを装備して消費 CP がいくつになるのか確認していきます。減ってますね。12だったのが9になっています。12の 20% オフということは 0.8 倍、9.6。切り捨てなんですかね。9になっています。続いてこちら、全部強化済みの状態、こちらで確認します。減ってますね。4。元が12だったので 60% オフと考えると 0.4 で 4.8。 これもやっぱり切り捨てなんですかね。ボス戦ともなると結構死んじゃうと思うんですよね。回復したり生き返らしたり、結構 CP 使って枯渇をしてアイテムで CP を回復してよくあるパターンかなと思うんですが、 CP 軽減をつけておくとだいぶここを軽減されますので、長期戦になるようなボス戦とかは非常に有効かなと思います。シオンを火力キャラとしてがっつり戦いに使っている方でなければ、回復専用のアクセサリーとしてこの組み合わせ装備しておくの非常にいいと思います。おすすめです。私もシオンはもうずっとこれをつけてる、そんな感じになっています。続いては BG 増加量アップ、これの確認になります。アクセサリーなしとアクセサリー強化済みとバトルメンバーでいなかった場合にどうなるのか、この3点で確認していこうと思います。メイン効果で BG 増加量アップっていうのはないので、サブ効果4つつけた状態っていう確認ですね。 BG 増加量アップの使いどころですが、アルフェンを使ってブーストアタック、これ非常に強いと思うんですね。どんな時でもひるみ状態が発生する状態であれば必ずダウンさせられる。ただ使うと体力が減るっていうのがいまいちかなと思います。バトルメンバーにいると体力が減っていって管理が大変なんですが、バトルメンバーに含めずに裏方にいる状態だったら体力いくら減っても全然問題ないと思うんですよね。これを使ってアルフェンにはブーストアタック要因として完全裏方に回ってもらおうと。その際にこの装備を装備していたら回復速度が上がるのかっていうのが狙いですね。これが上がるんであれば結構使い道あると思うんですよね。確認の方法なんですが、サブにいる時のゲージの回復速度を確認するためにゲージを空っぽにしないといけないんですが、サブにいる状態でブーストアタックを使うと敵に必ずダメージを与えてしまってブーストゲージが回復してしまうので、一旦メインメンバーに入れてブーストアタックをあえて外します。ですぐに逃走するっていう感じで、もう一度戦闘するときにはサブにいる、そんな感じになります。なので若干スタートラインに誤差があるっていうところだけご了承ください。それでは移していきます。
このような感じになりました。パターンが増えていた理由なんですが、これ検証しながら気づいたところがありまして、バトルメンバーにいるときとサポートメンバー、サブのことですね。サポートメンバーにいるときで回復速度が大きく違うっていうのが途中で分かったので、急遽パターンを増やして4パターンで確認しています。これヘルプとかにも書いてなかったと思うんで隠し仕様なんですかね。どこかに書いてたよ、わかる方いたらコメント欄で教えてください。ブーストゲージの回復速度の効果はおおむね計算通りじゃないかなと思います。計算式ですが、バトルメンバーとサポートメンバー、これで3倍の回復速度の違いがあるっていう感じですね。バトルメンバーでアクセサリーなしとサポートメンバーでアクセサリーあり、こういう極端な差だと 3.5 倍以上の速度差が出ました。これはアルフェン、サポートメンバー固定で運用って全然ありじゃないですかね。すごく強い敵でもアルフェンの攻撃で必ずダウンしますので、この回転数を上げるっていうところはいいと思います。ここはそんなに期待してなかったんですが、結果的に見ると結構使い道あるんじゃないかなと思います。続いて AG 回復速度になります。AG ってアタックゲージですかね。こちらもメイン効果でついているものがないので、サブ効果のみで確認します。期待値通りなら 32% アップっていう感じですね。これは単純にアクセサリーなしとあり、これだけで確認していこうと思います。劇的に変わらない限りは微妙なスキルかなっていう感じですかね。それでは移していきます。ほとんど変わらないですね、これ。念のため、ゲージが回復した瞬間から回復終わったタイミングまでを超スロー再生でもう一度移していきます。見ての通り全く変わりませんね。これバグかもしれないですね。ゲージが回復し始めるまでの時間っていうところも別に短縮になってないですし、ゲージが回復し始めてから全開するまでの時間っていうのも全く変わってなかったです。数値通りであれば 32% 増加なので、3割増加って結構な差が出るはずですけど、どこを見ても3割変わっているようなレベルの違いっていうのはありませんでした。今後 AG 回復速度の仕様が変わるとか何かしら修正が入るまでは現時点では全く使う意味がないっていう感じでいいと思います。続いて AG 消費半減っていうスキルの確認をしていきます。これはかなり可能性があるスキルなんじゃないかなと思ってて、実際本当に半減したら常時打ちっぱなしができるんじゃないかなっていうところで期待してます。特にリンウェルだと AG4 とか消費する魔法あると思うので、これが半減したらめちゃくちゃ大きいんじゃないかなと思います。クリティカルが出ると AG 回復したりとか、敵を倒したら AG 回復したり、こういう効果がついていると思うので、常時打ちっぱなしっていうことが可能になるっていうところまで期待してます。今回の確認ですけれども、重複するだろうっていう予想はしていて、今見えてるようにアクセサリーの強化あり、これだけで確認します。もちろんですけど、アクセサリーなしっていうのは半減はしないので、これは確認しません。確率の話なので、100回術着を使って半減になった回数から確率を出すっていう感じにします。100だと偏る可能性があるんですけど、ある程度は近い数字になるかなと思ってます。実際でも数値上はこれ足し算になると 110% なんですね。そうすると全ての攻撃が本当に全部半減になるってことであれば、試行回数100回もやらずに終わりにしようと思ってます。本当に全部半減になるのかちょっと楽しみですけど、これから確認していきます。打ち切りました。100回やるどころかもう10回もやれば確実に半減してるってのは分かりました。念のためリンウェルの AG4 の魔法を消費してみて本当に半減になるのかっていうのを確認していきます。もしかしたら1しか消費が減らないとかそういうオチがあったりするかもしれないので、こちらも確認していきます。
AG 消費4の魔法でも半減されてますね。これはすごく可能性があると思います。今回検証やるまでは 50% とか試したことあったんですよ。そんなに半減されてないなと思ってて、実は確率よりずっと低い感じで半減ならないんじゃないかなっていうふうに思ってたんですが、きちっと半減されてました。これうまく使うと AG 切れることなく常時発動ってことができるようになりますね。いや、とんでもない可能性秘めた構成になりました。現在、次回の動画に向けてリンウェルのおすすめのスキルの構成っていうのを考えているんですが、これは候補に入ってなかったんで、再検討が必要になってきますね。以上で今回の検証は終わります。皆さん、今回の結果はどうだったでしょうか？感想をコメントで残していただけると嬉しいです。今回は以上になります。ご視聴ありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、グッドボタン、ベルマークお願いします。私たちもたまに出るので見てください。